しじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回はファミコンの飛龍の剣、奥義の書をプレイしていくのじゃ。世間的にはあまり高い評価ではないが、ファミコンブームの中をそのエッジの効いた個性で流れ星のようにきらめいた作品としてわしのお気に入りのシリーズなのじゃよ。ある意味ストリートファイター2などの後に一大ジャンルとなる対戦格闘ゲームの原石ともいえるゲームだと思うのじゃ。本作は1987年2月14日にカルチャーブレーンより発売されたファミコン用タイトルじゃ。アーケードで1985年にリリースされた北波少林飛龍の剣が元となっており、異色にあたり大幅なアレンジがされている。1対1の格闘技の攻防を表現した診断システムが売りのアクションゲームじゃ。最初に子供用とプロ用を選ぶことができるが、正直違いがわからないのでどっちでも大丈夫じゃ。多分難易度がちょっと違う気がするのじゃ。復活の奥義はゲームオーバー時に表示されるパスワードによるコンティニューじゃな。本作は1対1の対戦となる試合ステージと、それをつなぐ横スクロール形式の道中ステージの2つの構成となっている。道中ステージはファミコンへの移植にあたり追加された要素じゃ。原作にはほとんどなかったストーリー要素を強化するとともに、ゲームのボリュームを増やす意味もあったと思われる。この道中ステージでは一定数の敵キャラを倒すと中ボスが出現し、中ボスを倒して手に入る力というアイテムを取ることで主人公の能力が強化されるようになっている。強化アイテムは順番で決まっており、画面上部に表示されるのじゃ。4つあるうちの1つ目は攻撃力強化、2つ目はジャンプ力強化、3つ目でパンチで闘気が放てるようになり、4つ目で闘気が連射できるようになる。そして5つ目の鍵を取ってから道中ステージの最後にある扉に触れるとクリアじゃ。鍵を取るまでは道中ステージをひたすらループすることになる。途中の銅像みたいなのを攻撃すると、いろいろなアイテムやヒントが出てくることがある。ちなみにこれは竜の鱗というアイテムで、いわゆるバリアじゃ。上下や後ろから攻撃を受けるまでは敵の攻撃を防いでくれる。操作方法は A ボタンでパンチ、B ボタンでキック、方向キーでジャンプとなっている。ちょっと癖がある操作方法で、一段下に降りたいときはジャンプしてから方向キーを下に入力するのじゃが、入れっぱなしにすると一番下まで降りてしまうので、ちょうど良いところで止めないといけないのじゃ。あとパンチとキックであまり違いはないのにボタンが分かれていて、ジャンプがボタンではないというのもちょっと操作しにくさがあるな。鍵を手に入れて扉に触れると、龍神の玉を手に入れて道中ステージクリアじゃ。龍神の玉など重要なアイテムを入手し、この封印の曼荼羅を完成させることがゲームクリアのための重要な要素なのじゃ。育ての親であり師匠であるジュアン・ラオシを何者かに殺され、ジュアンが生み出した必殺剣飛龍の剣の奥義書を奪われてしまった主人公龍飛。
夕日はジュアンの最後の言葉に従い、ただ一つ残った奥義書、心眼の書を胸に、少林寺の玄界の下で修行に励むのだった。というストーリーじゃな。ここからは、修行という形で試合ステージのチュートリアルが始まる。今でこそ当たり前じゃが、この当時はこのようにゲームの中にチュートリアルが組み込まれているというのは非常に珍しい。この相手や自分の攻撃ポイントが表示され、それを攻撃したり防御するというのが本作独自の診断システムなのじゃ。攻撃に成功したり、防御に失敗したりとい攻防のやり取りが視覚的にわかりやすいのが良いな。ここで実際に組手という形で心眼システムを体験することができるのが素晴らしい。ファミコンのゲームとは思えないくらい丁寧な導入じゃな。攻撃によって敵と味方の体力ゲージが減っていくというのも対戦格闘ゲームの原型っぽいな。さらに攻撃し続けることによって KO ゲージがたまり、マックスになると方向キーの A と AB ボタン同時押しで必殺技の飛龍の剣が使えるというのもまさに対戦格闘の超必殺技じゃな。時々空中を飛んでくるのは聖水で、セレクトボタンで使うと体力を回復することができる。後半は結構重要なアイテムじゃ。心眼マークが敵と味方のどちらに出るかはランダムなので、場合によってはひたすら防御しないといけない時もある。いつ攻撃できるか防御しないといけないかがわからないのは不便でもあるが、逆に予測できないがゆえの緊張感もあって面白いのじゃよ。相手の体力をゼロにすればプレイヤーの勝利じゃ。得意の投げ技と言いつつ、先ほどから敵も自分も普通に使っていたりするのじゃよ。しかも伝授すると言いながら投げ技の操作方法自体は教えてくれないのが面白いな。投げ技は敵の上段攻撃を防御した後に方向キーの下と B ボタンを同時押しじゃ。タイミングが合えば普通に攻撃するより与えられるダメージも大きいので積極的に使っていきたい技じゃな。もちろん敵も使ってくる上に特に防ぐ方法はない。対策としては投げ技を使ってくる相手にはあえて上段攻撃はしないことじゃな。中段もしくは下段攻撃であれば防御されても投げられないで済むのじゃ。
しまった。投げ技のチュートリアルなのに、ほとんど投げ技を使わずに倒してしまったのじゃよ。修行編の最後は、玄外老師が相手じゃ。ここからは、心眼の書の力で、丸マークだけでなく、敵の弱点である青い丸や一撃で倒せる星が見えるようになる。青い丸だと大ダメージを与えられるのじゃが、星マークも含めてそもそも表示されない相手も多いので、あまり当てにはならないのじゃよ。やはり投げ技は強いな。そして唐突ではあるのじゃが、なんだかんだで6年が経過したらしい。ジュアン老師を殺し、飛龍の剣の奥義の書を奪った謎の組織、竜の牙が、なんと挑戦状を送ってきたのじゃ。格闘技世界大会で竜の牙を倒し、奥義の書を取り戻すことになったのじゃよ。陰謀を渦巻く世界規模の異種格闘技大会という、後のスト2やキングオブファイターズなどでよく見る展開も、すでにここで原型が生まれているというのがすごいな。というわけで、ここから本編となる世界大会編じゃ。シリーズのメインテーマが流れる中、これから相対するであろう世界の格闘家たちのプロフィールが流れていくのじゃ。続編ではメインキャラとなるハヤトやミンミン、そして格闘家と言っていいのかわからないのがいるのもお約束じゃな。ここでまた道中ステージじゃ。今までは中国の奥地が舞台で時代設定がよくわからなかったのじゃが、世界大会があったり、近代的なビルが並ぶ街の中がステージだったりするので、割と現代に近い時代だということがここでようやくわかる。やることは同じで、中ボスを倒しつつ5つ目のアイテムである鍵を手に入れて、扉に触れればよいのじゃ。こうして襲ってくる敵や中ボスは、つまり竜の牙からの刺客だったわけじゃな。もともとかなりリーチが短いので、この陶器が使えるようになると一気に楽になるんじゃよね。5体目の鍵を持っているボスは、なんかもう人間じゃない化け物なのじゃ。かなり体力が減ってしまったので、回復アイテムが欲しいところじゃな。
これは回復アイテムなのじゃ。助かったのじゃよ。あとは扉までたどり着くだけじゃ。中ボスが出てくるが、余計な戦いは避けるのじゃよ。友人の玉を手に入れて無事にクリアじゃ。だんだんとマンダラが余っていくのが良いな。世界大会に出るためには予選大会を勝ち抜かねばならない。ここからは勝ち抜きトーナメント戦じゃ。初戦の相手はゴーハヤト。続編ではクールな美形青年なのじゃが、本作では長髪の日本人という以外はまるで別人じゃ。というか同姓同名の別人なのかもしれない。初戦ということでそれほど強くはない。チュートリアルで学んだように防御をしっかり決めつつ攻撃していくだけじゃ。よく指摘されることじゃが、防御や攻撃に方向キーを使うのにジャンプも方向キーなので反応が悪いことがあるのが本作の残念なところじゃ。パンチとキックにあまり差もないので攻撃ボタンは一つにして、もう一つのボタンはジャンプボタンが良かったと思うのじゃよ。まだシリーズ1作目ということもあり、操作系はまだまだ洗練されていないのは仕方ないな。理不尽なほどではないので、しっかり確実に対処していけば問題ないのじゃ。隼人の上段攻撃だけには注意じゃ。時々高速飛び蹴りになることがあり、これはなかなかダメージが大きい。隼人の飛び蹴りは2段階で来るのが厄介じゃな。確実に防御を決めてかわしたい。よし、投げが決まったのじゃ。1回戦取ったじゃ。2回戦は本作のこう一点、女性格闘家のミンミンじゃ。彼女も殺された父の仇を追っているらしい。中国人の女性格闘家で殺された父の仇を追っているというと、もろにスト2のチュンリーと同じじゃな。スト2の稼働が1991年ということを考えると、偶然とはいい、本作が対戦格闘ゲームの源流と言っても過言ではないことを分かっていただけると思うのじゃよ。スピニングバードキックではないが、回転蹴りを使ってくるあたりも似ているな。連続で投げが決まったのじゃよ。ニンニンも実は飛竜の剣を使ってくる。この技は防御不可なので、ジャンプで位置をずらして避けるしかない。ニンニンは人気があったのか、自作以降はメインキャラの一人に昇格するので、再登場を楽しみにするのじゃ。3回戦はジャンブルターガン。霊体使いじゃ。まさに異種格闘技戦じゃな。
異なる格闘技同士の技の読み合い、駆け引きをゲームとして表現しようとして生まれたのがこの心眼システムなのじゃよ。ターガンはムエタイ使いということで上段攻撃が飛び膝蹴りになることがあり、これは確実に防御しておきたい。隼人の飛び蹴りと似ているがきっと気のせいじゃ。ちゃんとムエタイっぽい攻撃をしてくるのが格闘技へのこだわりを感じさせるな。この当時はムエタイなんてほとんど知られていなかったはずなのじゃ。お、今ちょうど青い丸が出たのじゃよ。あそこで攻撃を当てると大ダメージを与えられるのじゃ。空中を飛んでくる聖水は取ろうとして敵の攻撃に当たるのはもったいないので無理はしないようにな。お、見事青い丸に当てられたのじゃよ。あと少しじゃな。音楽が変わり、ターガンが牙の仮面をかぶった戦士に変化したのじゃよ。そう、これこそが世界大会に潜んでいた竜の牙のメンバーじゃ。このように世界大会では一定の条件を満たすことで竜の牙の正体を暴くことができる。条件はそれぞれ違っていて、このターガンの場合は単純にターガンを倒すことが条件じゃ。一応ヒントは道中ステージで得ることができるのじゃが、面倒なので今回のプレイでは省略するのじゃ。さすがに竜の牙は強い。下段攻撃で飛ばしてくるときと飛竜の剣は防御できないのでジャンプなどでかわすしかない。奥義の書を奪っただけに敵もちゃんと飛竜の剣は使えるのじゃよ。飛竜の剣は必殺剣というだけに食らうとかなりのダメージじゃ。一応自分も飛竜の剣を使うことはできる。ただいまいち当たらないという印象があってどうしても普通に攻撃してしまうのじゃ。しっかり防御もしてくるし、ジャンプなどで位置も変えてくるなどさすがに強いのじゃ。なかなか緊張感があって楽しいのじゃよ。かなりの接戦だったが最後は投げで決めたのじゃ。竜の牙を倒すと奥義の書を取り戻すことができる。今回手に入れたのは飛脚の書であることが画面上部の表示でわかるのじゃ。マンダラにもしっかり表示されたのじゃよ。このマンダラを完成させることが魔界から来た魔獣軍である竜の牙を封じ込めることにもつながるらしい。次の予選大会に向けて再び道中ステージじゃ。実は奥義の書の一つを取り戻すことで竜飛の基本能力も向上する。飛脚の書を手に入れたことで移動スピードが向上しているのじゃ。ちょっとわかりにくいのじゃがそういえばこのゲームには一応スコアがあるのじゃが、スコアアップで残機が増えるわけでもなく何の意味があるのじゃろうか。
5体目はやはり人間ではない魔物っぽいボスじゃ。さすが魔界から来た魔獣軍というだけのことはあるな。まあ鍵さえ手に入ればあとはクリアするだけじゃ。試合ステージに体力ゲージは持ち越さず完全回復するのでありがたいな。予選大会 B の1回戦はゾンベリアンプロレスラータイプじゃな。これもスト2で言えばザンギエフポジションなので異種格闘技の戦いをテーマにしたゲームとして抑えるべき点をしっかり抑えていることを思い知らされるのじゃよ。プロレスラーだけに注意すべきなのは投げ技じゃ。しばらく何もしてこないなと思ったらそのまま掴んで投げてくるので事前にジャンプで避けるか、もし捕まったら方向キーの左右を連打して振りほどかないと投げられてしまう。かなりのダメージを受けるのでできるだけ避けたいところじゃ。あとはプロレスラーということでタフ設定があるのか、パンチやキックはあまりダメージが減らない。なので投げが効果的じゃな。投げの連続で試合を決めたのじゃよ。続いて2回戦はソルジャー X ボクサータイプじゃな。ちゃんとムエタイ使いと動きが区別されていてキックは使ってこないのと素早いフットワークで回り込んでくるのが特徴じゃ。フェイントをかけてくるのでなかなか当てにくいのもさすがじゃな。こちらの攻撃を防御してくる確率も高い気がするのじゃよ。上段防御から投げに持っていきたいところじゃが防御している時間が短くて投げに移行する隙がない。地道にしっかり防御して攻撃を当てていくしかないな。なんか地味に負けているのじゃよ。なかなか熱い攻防を繰り広げているのじゃ。
決戦を見事に制したのじゃよ。なかなか楽しかったな。予選大会 B の決勝は国運祭じゃ。実はこの国運祭は竜の牙なのじゃ。正体を暴くにはちょっと条件がある。試合開始後、こちらから攻撃をせずにしばらくジャンプで避けまくっていると、一撃必殺の星マークが現れる。この時に攻撃を当てることで正体を暴くことができるのじゃ。ここからの戦いは先ほどの竜の牙と同じじゃ。上段攻撃の飛竜の剣と下段攻撃の闘気をしっかりかわしつつダメージを与えていくのじゃよ。投げられるチャンスがあるときはしっかり投げも決めていきたい。この下段攻撃の闘気が結構厄介なんじゃよね。連続で出してくると避けにくいのじゃよ。やはり投げは強いな。最後に飛竜の剣を食らってしまったが、しっかり投げで仕留めたのじゃよ。取り戻したのは飛剣の書。これで攻撃力が上がるのじゃよ。成長要素といった RPG 的な要素もあるというのが面白いな。今回はここまでじゃ。では次回もよろしくな。